こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のポジネガファンダー、チャートなどをまとめてみていきたいと思います。まず ETF 関連では、フランクリン・テンプルトンのビットコインとイーサのインデックス ETF、EasyPZ の可否が延期となっています。次は45日後なんで、来年頭くらいまでは延期となりそうですね。あと、昨日の米国の ETF のフローは、現時点では全体でプラス 1.4 億ドルの純流入となっています。ブラックロック次第ですが、3日連続の流入となりそうです。ただ、イーサは現時点ではマイナスとなっています。こちらは5日連続の純流出となりそうです。香港は更新なしとなってますね。ビットコインの価格は現在94,800ドルあたりを推移しております。昨日発表された指標の方では、中国のローンプライムレート、インドネシアの政策金利、CPI、PPI などがありました。中国とインドネシアの金利は据え置きとなってまして、PPI、CPI もそこまで大きなインパクトもなし。あと、FRB 理事らの発言もありましたけども、利下げは慎重にアプローチすべきとか、若干高派の印象がありましたね。あと他では、またウクライナがロシアにミサイルを撃ったことで、再度リスクオフの警戒が走ったり、今朝には NVIDIA の決算などもありました。結果は予想以上となってまして、これをまた AI 銘柄が上向くようになるのかなと思います。米金利、米株各指数は若干上向きになってまして、ビットコインは一時94,800ドル突破、再度 ATH 更新となっています。個別株の方では、マイクロストラテジーが転換社債の発行額を 17.5 億ドルから26億ドルに増額したこと、バーンスタインがロビンフッドの目標株価を51ドルに引き上げたことなどが注目されています。マイクロストラテジーは、米上場企業の時価総額ランキングのトップ100にランクインしたことも話題になってますね。株価もプラス 10.0% と比較的強くなってます。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 6.59%、額としては611億ドル相当、再度 ATH 更新となっています。比率として全体ではロングが 51.7%、バイナス意味はショートが 63.6% と上売りになっています。今後の指標としては、11月21日にトルコ、南アフリカの中期政策金利、米フィラデルフィア連結景況指数、米新規失業保険申請件数、11月22日に米景気先行指数、米中古住宅販売件数、日本の CPI、米小売、米 PMI、11月23日に米ミシガン大学消費者信頼感指数、11月の確保値などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想では、リスクオフ要因があってもなお強い、米株と比較しても強くて、ETF の流入も収まってないことから、多少のことがあっても調整にならないんじゃないかということで、本日11月21日 AM6 時時点のビットコインは昨日の91,783ドルよりも上という予想でした。結果としてはウクライナの動きや FRB 理事の高派発言がありつつも強く伸びまして、判定時刻の11月21日 AM6 時時点のビットコインは94,271ドルということで、昨日の91,783ドルよりも上なんであたりです。今回は簡単でしたね。続いて明日の予想ですね。明日がね結構難しいですね。今日の夜から深夜にかけて米指標ラッシュに入るんですね。で、明日の22日にも需要指標の米 PMI があります。ここで警戒からの一旦調整があってもおかしくないかなと思うんですけど、今回も上ですかね。やっぱりそのビットコインが単独で強すぎるんで、リスクオフも体制ついてきましたし、これまでの指標警戒とかもねほぼ無風でしたから、指標の方でかなりインパクト強いことが起こって米株急落くらいの動きがないと、今のねビットコインは指標の動向くらいでは落ちなそうだなと思いました。あと10万ドルの公募もまだですからね。なので明日11月22日 AM6 時時点のビットコインは現在の94,818ドルよりも上、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら時間足では底値を維持している状態、日足週足では9万ドルあたりまで調整があってもおかしくないような形になっています。指標の方では本日22時半から米フィラデルフィア連結景況指数、米新規失業保険申請件数の発表があります。その時間以降ですね、どのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在3090ドル、BTC だっては 0.0325 と、先物の方では OI は全体でプラス 2.72%、額としては181億ドル相当、比率として全体ではロングが 50.1%、バイナス意味はロングが 80.4% と上売りになってます。ETF も連続利出で BTC だっても 0.030 に近づいてきました。好材料としては先物の OI が
高水準をキープしているところくらいですかね。ドル当てでは3000ドルを下抜けした後ですね、2800のラインで耐えられるかどうか、BTC 建てでは 0.030 で反発できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後の展開に注目ですね。あとその他の動向では、トランプ政権が仮想通貨の政策に特化した役職の創設を検討しているらしいという報道が話題になっています。これは選挙中も仮想通貨委員会を立ち上げるみたいなことを公言してたんで、それが実現するんじゃないかと期待されてますね。で、現時点では具体的にどういう位置づけで設置されるかは不明のようですけども、こちらも市場に影響しそうなものになってますんで、今後の進捗に注目ですね。あとその他各国の動きでは、ロシアが投機マイニングを一部地域で禁止する計画をしているという報道が出てます。これもだいぶ前から問題視されていました。ただでさえ電力を食うマイニングをですね、より電力が必要な冬の期間にすると、電力が枯渇してしまうんで、その対策として今回冬の期間だけは禁止にする計画が出たと。で、期間としては2024年12月から2031年3月まで予定されているようです。あと中国の方ではデジタル人民元の父と呼ばれているヤオ氏が中国共産党から追放されたことが注目されています。これも以前から囁かれてた仮想通貨を通して多額の賄賂を受け取っていたことが要因とされてますね。あと韓国の方では来年2025年から仮想通貨税の導入が計画されていることが注目されています。税率は 20% 導入予定とされてますけども、その一方で免税限度額を当初の1795ドルから35,919ドルに引き上げることも検討されているとのことで、どっちかというとポジティブなファンドですね。あと他ではアーカムが米国で現物取引を提供することも注目されています。先日先物取引提供も発表されてましたけども、現物取引も提供とのことで、他取引所と変わらないサービスになりそうですね。オンチェーンで支持を集めているアーカムが取引所としても成功するのか注目ですね。あと他ではファントムウォレットが iPhone の無料アプリランキングでトップ10入りを果たしたこと、コインベースウォレットが USDC に APY4.7% の利回り報酬を導入したことなどが話題になっています。あとアルト関連では韓国の方でドージと XRP の取引が盛んになっているのが注目されています。アップビットの取引量ではビットコインを上回る数字になってますね。アルトは未だに韓国金の上げ要因が強い印象あります。アルトは現在調整フェーズになってますけども、XRP は未だに強くなってますね。1ドル超えても未だにキープとなってます。円建てで200円突破となるのか注目ですね。あと他では DCG がビッテンソールの開発をサポートする企業ユーマを設立したことが話題になっています。バリデータ運営など分散型 AI 銘柄への投資を増加させるということで期待されてますね。タオの価格はまだ浮上してませんけども、このファンだと NVIDIA の高決算などもありましたんで、判定に期待したいですね。あと他ではとある子供が発行したクワントトークンが話題になってましたね。この子供は自作トークンをライブ配信中に売却して数百万ドルの利益を得てるんですけども、その後この話題性に乗った人たちがこのトークンを買ってまた上昇させたりしてました。で、この話題に乗りたい取引所も上場させたりなんかしてまた盛り上がってましたね。価格はまた下落してますけども、仮想通貨界隈で昔からある悪乗りムーブが出たことでまた盛り上がってましたね。あとその他資金調達関連ではモジュラーデックスのバランティスが750万ドル調達を発表しています。こちらの今後の展開にも注目ですね。今日はこの特化使いに何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。